闇のやり込みプレイヤーあかねちゃんやで、付き添いの葵です。葵は、罠魔法で与えられる物理ダメージの最大値ってどれくらいやと思う？ごめん、言ってる意味が一つもわからないんだけど。ほれ、炎の罠とか雷の罠みたいな魔法って、魔法ダメージだけやなくて、微小な物理ダメージも与えられるやろ？やろって言われても、まあ実際にやってみるで。オーチェンロールは魔法耐性 100% やから、炎の罠を当ててもダメージは与えられんはずや。ところが実際には、ほれ、ダメージを与えられたで。1って、厳密には 1.6 程度のダメージを与えられるみたいやな。とまあこのように、一部の罠魔法には微小な物理ダメージが発生するんやけど、いろいろ補正を積み重ねて、このダメージをどこまで伸ばせるかを確かめるのがこの動画の趣旨やで、それを知ったところで何になるんだろうという疑問はともかくなるほど。ただ、何でもありっちゅうわけやなくて、以上の2つの縛りを設けるで、防御力下げるの禁止とクラフトスキル禁止。この物理ダメージは防御力の影響を受けるから、死の標的なんかで防御力を下げるとダメージは増えるんやけど、これを許可すると、厳密にこれが最大値やっちゅう値を出せなくなるから、敵の防御力を下げるのは禁止や。なるほどね。でもクラフトスキルはどうして禁止なの？それは必要になったら説明するとして、そろそろ検証に入るで。おう。まずは基準となる素のダメージを算出するで、さっき 1.6 って出てなかった？オーチェンドールは腕と足に防具を装備しとるから、さっきのダメージは微妙に軽減されとるんや。ちゅうわけで防御力0のヘイムスカーで改めてダメージを測ってみるで。あ、検証にはマヒルーンを使うで。マヒルーン ?AE で追加された新魔法やな。設置した罠に敵が接近すると、周囲を麻痺させる効果やで。便利そうな魔法だね。魔法ダメージが発生せんから、今回の検証にもぴったりやな。まさか作者さんもこんな使われ方するとは思わなかっただろうね。ほんじゃ、ダメージを測るで。ほい、難易度ノーマルで 1.87 ってとこやな。確かにオーチェンドールよりダメージが伸びてるね。この値を基準として、どれだけ伸ばせるかに挑戦していくで。ダメージを上げる一番簡単な手段は難易度を下げることやな。難易度をベリーイージーに下げると、ほい、3.7 ダメージまで上がったで。あれ、1.87 の2倍だからもうちょっと上がるはずじゃない？この物理ダメージはブレが大きくてな。厳密な最大ダメージはわからんから、ある程度高い値が出たらその値を記録としとるで。なるほど。さて、これ以上ダメージを上げるにはどうすればええ？いや、私に聞かれてもさっぱり。答えは、強戦士の怒りや、多くの種族固有パワーだね。これを使えば1分間だけ与えられる物理ダメージが2倍になるで。でも穴魔法のダメージまで上げられるものなの？ほんじゃ、実際にやってみるで。ほい、7.58 ダメージまで上がったで。これにも有効なんだ。探せば意外と方法はあるものなんや。じゃあこれが最大ダメージなんだね。いや、こんなもんまだまだ序の口やで。次に考えたのは、リベラの使徒や異性に対するダメージが上がるボーナスだね。このキャラは女性やから、これでヘイムスカーに対するダメージが上がるはずや、と思ったんやけど。リベラの使徒では罠魔法の物理ダメージは上がらんかったで。そりゃあそうだよ。同じ異性枠っちゅうことで恋人の洞察も試してみるで。リベラの使徒がダメだったんだから多分ダメだろうけどね。ほい、ダメージが 8.26 まで上がったで。罠魔法の物理ダメージにはリベラの使徒は無効やけど、恋人の洞察は有効っちゅうことやな。どういう基準なんだ？ともかくこれでダメージは 8.26 まで上がったで。でも今度こそダメージ上げられそうなボーナスはもうないと思うけど。いや、まだです。次に使うのは、弓術上昇ポーションや、弓術上昇ポーション。実は弓術上昇ポーションにはバグがあってな。弓だけやなくて全ての物理ダメージが上昇してまうんや。全ての。だから弓術上昇ポーションを飲めば、片手武器も両手武器もバッシュも素手攻撃も上昇するで。そんなバグがあったんだ。そして罠魔法の物理ダメージもその効果範囲内なんや。ほんじゃ車種の霊薬を用意してきたからこれを飲むで。で、このキャラは現在吸血鬼になってて、聖職者取得済み、血虫の兜を装備しとるから、本来の 50% 上昇の効果が 78% まで強化されたで、この状態で罠魔法を当てると、ほい、14.92 までダメージが上がったで。最初に比べるとだいぶ上がったね。ちなみにクラフトスキルを禁止にしたのは、自分で強力なポーション作ればいくらでもダメージ上げられるからやで。うわ、なんかすごいダメージ出てる。これは禁止せんとキリがないやろ。確かに。
というわけでこれだけの補正を積み重ねて 14.92 までダメージを上げることができたで、まさかここまで上がるとは思わなかったね。他に隠密状態や2連の唱え、血虫の兜ボーンウルフの復讐でダメージが上がらんか試したが、これらは効果なかったで、他に考えられる要素として、ドラゴンスレイヤーの祝福も試してみたんやけど、大ダメージ中表記は出るが、実際のダメージに変化はなかったで、そんなマイナーなボーナスまで試したのか。どうや葵、これ以上ダメージを伸ばせそうなボーナスはあると思うか？いや、さすがにこれが限界でしょ。本当にこれが限界やと思うか？これ以上ダメージを伸ばせるボーナスはないよ。私の知らないバグ技でもあれば別だけど。それがな、バグ技でもなんでもなくて、普通に知られとるボーナスでさらにダメージを伸ばせるんや。そんなのあったっけ？そのためにはまずウェアウルフになる必要があるで。ウェアウルフ？そしたら適当に死体を食べてパークポイントを稼いで、獣の力を4段階まで取得するで。これってウェアウルフになった時の爪のダメージを増やすパークだよね。よく見てみるんや。爪のダメージとは一言も書いとらんやろ。ウェアウルフ変身時にダメージにプラス100のボーナス。このボーナスは爪に限らず、すべての物理攻撃に有効なんや。いやでもウェアウルフになったら爪以外の攻撃できないんだし、実質爪専用のパークでしょ。あるやろ、ウェアウルフになった後でも可能な、爪以外の物理攻撃が。そう、ウェアウルフになる前に設置した罠魔法なら、変身後でも爪以外の物理ダメージを与えられるんや。そしてその物理ダメージは獣の力で上昇させられるっちゅうわけや。そんな方法が、ちゅうわけで実際に試してみるで。そういえばウェアウルフになると吸血鬼は治ってまうから、事前にアンデッド残存バグを起こしておいたで。吸血鬼を治療した後も聖職者吸血鬼と同様のボーナスを得られるようにするテクニックです。詳しくは聖職者アンデッドになる方法っちゅう動画で解説しとるからそれを見てくれ。本邪魔ヒルーンを設置してから、ウェアウルフに変身するで。ほい、27.92 ダメージまで上がったで。おう、本当にダメージ上がってる。でもこれってバグ技なんじゃ。説明文通りの効果を発揮しとるだけなんやからしようやろ。そして獣の力が有効っちゅうことは、もう一つ効果がありそうなものがあるよな。吸血衝動の指輪だね。そう、ウェアウルフ時の余ダメージと非ダメージを 1.5 倍にする指輪やな。今までの補正とこの指輪を合わせると、ほい、41.33 ダメージまで上がったで。おう、もしかしたらダメージのブレ方次第ではもっと高いダメージも出るかもしれんけど、ほとんどは38ダメージとかで、40以上のダメージが出ること自体稀やったし、とりあえずうちの記録としては41が最大ダメージっちゅうことにしとくで。もともとは体力ゲージが減ったかどうかすら怪しかったのに、ここまで上がるものなんだね。というわけで罠魔法の物理ダメージについて検証してきたわけやけど、どうやった？意外と得られる補正が多くて驚いた。一見小さく見える力でも、積み重ねれば大きな力となるっちゅうことやな。無理やり名言っぽくまとめるな。ちなみに同じ補正を得た状態でウェアウルフのダッシュ攻撃をすると、2651ダメージを与えられたで。小さな力を積み重ねるより大きな力を積み重ねた方がより強いっちゅうことやな。身も蓋もない。こんな感じでこのチャンネルではスカイリムについて役に立ったり立たなかったりする動画を投稿しとるから、よかったらフォローチャンネル登録よろしくやで。いいね高評価もお願いします。ではまた次回。